ローマ皇帝アウグストゥスの最後と後継者問題。イントロダクション。ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスは、その治世を通じてローマの安定と繁栄を築き上げました。しかし、彼の晩年には後継者問題が浮上し、その死とともにローマの未来に大きな影響を与えました。この動画では、ズンダモンと四国メタンの対話形式で、アウグストゥスの最後と後継者問題について解説します。アウグストゥスの晩年。アウグストゥスってどんな晩年を過ごしたのだ？アウグストゥスは長い治世を経て、ローマ帝国を安定させたけど、晩年には健康状態が悪化していたの。特に、紀元前14年には重病にかかって、その後も体調は思わしくなかったの。それでも、彼は最後まで皇帝としての務めを果たし続けたのよ。どんなことをしてたのだ？主に政治的な継続性のために後継者の準備を進めていたの。アウグストゥスは養子であるティベリウスを後継者に指名して、彼に多くの権限を委譲していたのよ。後継者の選定。どうしてティベリウスが後継者に選ばれたのだ？それにはいくつかの理由があるわね。まず、アウグストゥスの実子であるガイウスとルキウスが若くして亡くなったから、身の子供を後継者にすることができなかったの。そこで、アウグストゥスは、自身の妻リビアの息子ティベリウスを養子に迎えて後継者にしたのよ。ティベリウスはどんな人物だったのだ？ティベリウスは非常に優れた軍人で政治家としても有能だったの。でも彼はあまり社交的じゃなくて内向的な性格だったから、一部の人々には不人気だったの。それでも彼の能力を評価したアウグストゥスはティベリウスを後継者に選んだのよ。アウグストゥスの死とその影響。アウグストゥスが亡くなった時、ローマはどうなったのだ？アウグストゥスが紀元14年に亡くなると、ティベリウスが正式に皇帝になったの。アウグストゥスの死は大きな衝撃を与えたけど、彼の政策と後継者選定のおかげで、ローマは大きな混乱を避けることができたのよ。ティベリウスの時代はどうなったのだ？ティベリウスの時代もローマは基本的に安定していたけど、彼の厳格な統治スタイルと内向的な性格が原因で、彼の知性はアウグストゥスの時代ほど評価されていないわね。それでもティベリウスはアウグストゥスの遺産を守ってローマ帝国を維持することに成功したのよ。まとめ。アウグストゥスの最後と後継者問題は、ローマ帝国の未来に大きな影響を与えました。彼の後継者選定は慎重であり、その結果、ローマは大きな混乱を避けることができました。ティベリウスの治世は賛否両論ありますが、アウグストゥスの遺産を守り続けたことは確かです。アウグストゥスのリーダーシップと後継者選定の重要性を理解することは、歴史を学ぶ上で非常に重要です。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。